はい、皆さんこんにちは。カーグラフィックオンエアの竹下です。今日試乗するのはアバルトの695。695の中でも一番最近出た限定車のトリビュート131ラリー、つまり、フィアット131ラリーをトリビュートしたアバルト695という車ですね。今日は、千葉県の鴨川市にあるハンガー8さんにお邪魔しています。その周辺で試乗も行っています。この車は世界695台の限定車です。そのうち日本に割り当てられたのが200台、つまり 30% も日本で割り当てられている、日本向けって言ったらちょっと違うけども、それぐらい日本を重視した車で、右ハンドルが100台、左ハンドルが100台の計200台、両方とも5段マニュアルトランスミッションです。それではアバルトの限定車についてちょっと振り返ってみようかと思います。まずデビューしてその直後に出たのがもう有名なトリブートフェラーリで、その次がエディツィオーネマセラティというのがありましたよね。いきなりね、ものすごいラグジュアリーでスポーティーな車の名前を持ったアバルト695が出て、でその後ビポストっていうのがありましたよね。ビポストって2シーターっていう意味ですけれども、何せすごかったのがフルスペック仕様がドグトランスミッションね、ドグクラッチじゃない、ドグトランスミッションついてて、ノンシンクロで量産車にしては初めてなんじゃないのっていうようなトランスミッション乗っけてましたよね。であれもすごい鮮烈なイメージがあって、で2017年にアバルト500っていう車名がアバルト595になって、それ以降でも結構あって、アンノデルトロ牛年ですよ。2021かな、日本で20台だったと思うんですけどね、限定で。で牛年ってことは干支で来るかなと思って、2022がそうすると牛虎だから虎年、その次はうだからうさぎ、虎もうさぎも出てませんね。だから牛だけだったんですけれども、あとリバーレっていうのありましたよね。モーターボートのリーバをねイメージした695リバーレ、そんなのがあったり、あとエッセエッセなんていうのもあった。いろいろあるわけですよ。で見てみるとね、何かしらやっぱり周年企画であったり、50周年のアバルトっていうのもあったけども、これはね特に何もない、その周年でもないし、なんか131ラリーを振り返る機会でもないんですけども出てきたっていうね。だから何なんだっていう人いるかもしれないんですけど、そこはねアバルトだから楽しければいい、可愛ければいいっていうことで、僕はね2日間今乗ってるんですけど、全然もう違和感覚えてないので全然 OK です。ちょっとねアバルト131ラリーについても振り返っておいた方がいいような気がするので、ざっと説明します。WRC に出てたラリーカーなんですけれども、そのチューニング、その製作をアバルトがしてた。車としてはフィアットなんですけれども、フィアット131ラリーとして WRC に1976年の途中にデビューしただったと思います。それで、やはりそのランチやストラトスの後を継いでフィアットグループとして出てきて、1977、78、そして80とコンストラクターズチャンピオンシップ取りました。そういう車なんでトリビュートする価値、トリビュートする意義はあると思います。ただ丸い車とね131ラリーっていうのは真四角なんで、どこが違うのかっていうのはそこは置いといて、すごい名車ですね。前置きはこれぐらいにして、標準車とどこが違うのか見ていきましょう。ボディカラーは、ブルーです。ブルーしかないのかな。ブループラス、ここネルスコルピオネ、スコルピオネ黒、これの2トーンですね。ここもルーフもねネルスコルピオネ。131ラリーっていうとオレンジなんかも、あったので、オレンジがあってもね良かったんじゃないかなと思いますけど、今日ポロシャツオレンジにしてきましたんで。これね、あとねアバルト、ここよく見るとナンバープレートでね隠れてますけど、アバルトって入ってますね。フィアット131ラリーはオーバーフェンダーがね非常に目立った車なんですけれども、アバルト695はねオーバーフェンダーがついている仕様も多いので、これはこの車に特につけたということよりも695共通かなとは思います。でアルミホイールは10スポークのデザインですよね。でここのサイドストライプに英語ならねここいいでしょう、トリビュートだから、これはトリブートなんだろうね、読むとすれば。ここ分かります？ルーフスポイラーついてるんですよ。それをオマージュしたっていうね、ルーフスポイラーもついてるんですけ
はい、これですね。これがね、今これ立ててある状態。こっち側から見るとここにアバルトって入ってるのが分かると思うんですけど、なんかね、ここ見てください。60度まで今立ててます。これね、走行抵抗結構あるんじゃないかと思うんですよ。ダウンフォースは出るでしょう。だけども走行抵抗結構あるんじゃないかと思ってね、実は昨日ちょっと高速燃費取ってきました。片道100キロでまたこっち100キロ戻って、そしたらね、意外に良くて、16.0 走りましたね。だからもっといいんでしょうね。でこの60度立てられる大型の、リアスポイラーなんですけれども、これもこの車が初登場ではなくて、アンノ・デルトーロ、さっき言った牛年の20代限定車、それにもねついてたんですよね、実は。だからまあこれ初ではないだけども、ちょっとこういうものもついてた方が雰囲気ですよね。であとは面白いのはね、ここなんですよ。このね、思わずレコルトモンツァって言いたくなる、エクゾーストシステムですよね。今ステランティスはレコードモンツァって言いますけど、通常はね横なんですけれども縦になってる。縦になってるアバルトの限定車のそのレコードモンツァを持ってる車としては F595 っていうのがありました。ただこれはね、695のエンジンがね180馬力バージョン、それで縦になっているのは一応初ということですね。はい、それでは続けてインテリアもざっと見ていきたいと思います。まずね、シートがアトリビュート131ラリー専用品になっています。かなりはっきりとした抑揚を持ったバケットシートで、ここの、バックレストにね、アトリビュート131ラリーの刺繍かな、エンボス型が入ってますね。続けてね、こちらのダッシュボード、ここにアルカンターラが入るんで、ここにもエンボス加工で、それで、トランスミッションは、5段 MT、 右ハンドル仕様も左ハンドル仕様も5段 MT。 トリビュート131ラリーの特別なところはこんなところ見てみましょうかね。それでは試乗を開始します。これ今ドアを閉めて、着座姿勢をとってますけれど、この状態だとね、背もたれの角度はシートの端っこにあるダイヤルで変えるんですけどね、手が入らないんです。なので走行中に変えることが難しいので、ドアを開けて、整えてから、もちろんこの前後のスライドは走行中でも、走行中にやらない方がいいですけど、やろうと思えばできます。可愛いですよね、こういうとこ。じゃあ行きましょう。今一般道に出るところで段差を乗り越えましたけど、そこでもすでにこの車のサスペンションのスプリングレートが高いということが伺い知れます。走っても路面を素直に拾いますね。スプリングレートは高いですね。かなり言ってしまえばぴょこぴょこします。いつものアバルト595、695のサスペンションですね。だけどね、これがまたいいんですよ。こういうキャラクターを期待してますから。ダンパーはスムーズなのか、ハーシュネスはねそんなに来ないんですよ。きつい角のある入力がダンと入ることが意外にないんです。ここ例えばほら、スプリングレートの高さに伴うぴょこぴょこはあります。だけどきつい、って奥歯を噛みしめたくなるようなきつい入力はないんです。アバルトらしいなと思います。よく昔日本のね、左側通行の道で左ハンドルを選ぶ理由として、このブレーキのタッチ、そのブースターが自分の前にあるか、ハンドル位置と別の方向にあるかっていうことで、これちょっとまだ見てないんですけどね、フィールはすごいいいですね。右ハンドルを選ばない理由はないですよね。ペダルのオフセットも不自然さは全くありません。これでね、マニュアルトランスミッションなんですけどね、シフトストロークはご覧の通り結構大きいんですよ。でもこれ嫌じゃないですね。操作する楽しさあります。あとここにボタンが3つある真ん中がハザードで、ここに昔ねスポルトって書いてあったんですよ。スポーツモードですね、俗に言う。ここ 2,3 年じゃないかと思うんですけど、サソリンマークに
なりました。これを押すとですね、最大トルクが通常時が230ニュートンメーターの発生回転数が2000、それが約1割増強されて250ニュートンメーターの発生回転数は3000で、今これ2500ぐらい。ここでちょっと4分でやるとピークトルクの3000に向けてぐーっと出ます。たった1割の増強と思うなかれ、1割違うと全然はっきりと盛り上がりが分かります。乗りやすくなるし、あとそうだ、このボタンを押すとね、私みたいな古い人間はレコルトモンツァって言いたくなるんですけれど、レコードモンツァ、エクゾーストノートですね。そのフラップが開くのでしょうかね。結構ね、ほら言った今、やかましくなるんですよ。やかましいっていうと語弊があるかな。いい音になるんです。今こーっという音がしてきて、ほらこれ排気圧がね高まってくるとカーってなんかこう怒ってんのかなっていうような音がしますね。ブレーキの効きはもちろんタッチもすごくいいですよ。しっかりしてて、あとちょっとした踏み増し、抜く方向、それもすごく反映してくれるのでいいですね。運転してて楽しいですよ。今50キロの道なんですけどね、ここ50キロってことはですね、4速で2000回転切っちゃうんですね。5に入れてしまうと1500を切ってしまう。1300ぐらいですかね。それでもそこから踏んでもね、まあゆっくりですけど加速はする。問題ない。乗りにくさは全然ないですね。ぐーっと3000ぐらいでね、今スポルトモードにしてますけれども、ぐーっとこう力強く出てくる、いい感じですね。乗りやすいです。とってもこのエンジンなかなかのんびりと流すにしてもすごく柔軟性もあるし、いつものアバルトですね。アバルト695ですね。